どうもかやです。今回はマスターランクマムタロトの素材で強化した鑑定武器について武器紹介と装備紹介をしていきたいと思います。今回スポットを当てていくのはこちらの鑑定武器、黄金の長刀麻痺属性の総中根ですね。まずはこの総中根の性能を見ていきましょう。攻撃力は908、切れ味は白がちょっと長いくらいで、会心率は 10%、麻痺値は440。この攻撃力と麻痺属性値はカスタム強化後の値になっています。カスタム強化は回復能力付与1と属性状態異常強化2を入れています。実際に戦闘で使うってなると、やはり回復能力付与があるのとないのとでは戦闘に大きなね安定感の差が出てきますので、回復能力付与に関しては外してません。でパーツ強化は状態異常全振りで、ない時は攻撃力強化を入れています。でスロットが一つもついてなくって、で防御力がプラス20されます。でここが一番の特殊なポイントだと思うんですけど、快進撃特殊が装備スキルについています。これは攻撃でクリティカルが出た時に与える状態異常値、麻痺とか毒とか睡眠とか爆破ですね、こちらが高くなるというスキルになっています。でこちらの総中根で昨日試しにね作ってみて、マルチプレイ3人でティガレックスアッシュに担いでいったら割と切れてて、6、7分で3麻痺取れてたんですよね。で火力も全総中根中で考えると最大とはもちろんいかないんでしょうけど、正直十分だなって感じるくらいには出てました。いや麻痺のいいところってモンスターにもよりますけど、体が完全に固定されるので殴りやすいですよね。露骨に見た目に出るので、マルチしている時に貢献してる感が出てて、すごく気持ちいい武器かなと思ってます。次に他の麻痺総中根と比べてみましょう。こちらは同じくらいの攻撃力に調整した覚醒総中根の麻痺属性ですね。でこちらスロットはあるんですが、麻痺属性値は正直あんまりっていうのと、会心率が 5% ほど低いと。切れ味はまあちょっと低いぐらいですね。お次はこちら、イザンセンフォーニャ。こちらの武器なんですが、攻撃力はね元から結構高いなーっていう感じなんですが、まあ見ての通り、属性解放をしないと麻痺属性がそもそも出ないっていうのと、まあ、切れ味もね青ゲージなので匠が必要になってくるのかなと思うと、かなり結構スキル構成的にもねきつくなってくる武器なのかなっていうふうにね思います。で次、紅かがちの麻痺柱2ですね。でこちらに関しては、まあ、麻痺値はちょっと高めかなと思うんですけど、ちょっと攻撃力の方がねかなり低めということで、そこまで強いわけじゃないのかなっていうふうにね思います。序盤はかなりね便利そうなんですけどね。と考えると、まあもしかしたらなんかやるようによっては超えられるのかもしれませんが、黄金の超等麻痺っていうのは麻痺根の中ではトップクラスレベルでね強いんじゃないかなっていうふうにね僕は思ってます。僕の中ではね割とおすすめな武器になってますね。はい、で装備紹介です。今回はマスターランク70以上の方が作れる防具のみで構成したのと、装飾品の難易度がねめちゃめちゃ低いな装備をね組んでみました。かなり組みやすいかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。装備は上から EX ゴールドルナヘルムベータ、 EX ゴールドルナメイルベータ、 EX マムガイラアームベータ、 EX ガロンコイルベータ、 EX ガレルガグリーブベータ、そして技物の5石ですね。でスキルに関しては見切り7、精霊の加護5、体力増強3、超会心3、弱徳3、強化持続3、麻痺属性強化2、飛炎1、技物弾丸節約、快進撃特殊という風になっています。で細かく解説していくんですが、まずこの総中根の強みの一つである快進撃特殊、こちらですね。攻撃で会心が発生した際に与える状態異常値が高くなるというスキルで、こちらをね生かすために見切りレベル7と弱点特攻レベル3、こちらを入れています。こちらを入れることによって武器に元からついている会心率 10% と見切りレベル7で会心率プラス 40% でプラス 50%で、そこに、有効部位への攻撃時、弱点ですね。弱点に攻撃した時に会心率がプラス 30%。傷がついていればさらに 20% で 100% 会心になっています。そしてそこに麻痺属性強化を入れて、さらに麻痺値をアップさせています。
で次にですね、この総中根の弱点を補うスキルとして技物を入れています。でさっきちょっとキラージゲージ見たと思うんですけど、白ゲージちょっと長めかなと思いきやですね、総中根の手数っていうのは結構多いのですぐキラージが落ちてしまいます。ですので今回はね、技物弾丸節約、こちらのスキルを入れてキラージがね減りにくくなるようにしています。で達人芸とかもあるんじゃないかっていうふうにね、思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、達人芸にするとね、ある程度カイザー 3V っていうのは固定されてしまいますので、他のスキルとか入れたいスキルっていうのは入れられなくなってしまう、自由度が低くなってしまうので、今回はこのような形をとっています。そして僕もそうなんですが、総中根をあまり使いこなせていない人でも使えるように精霊の加護極意今回入れてます。これでレベル5を入れると、効果発動時ダメージを 60% 軽減するので生存率が上がります。そしてさらに強化持続レベル3を入れていることで、総中根の虫エキスの効果時間っていうのを大きく延長しています。そして、この総中根自体のね火力を上げるために超回心を入れてクリティカルが出た時のダメージ倍率を 1.4 倍に強化しているのと、ジャンプ攻撃、総中根結構飛ぶこともあるかなと思うので、ジャンプ攻撃の威力を 1.3 倍にする飛燕を入れています。装飾品はこんな感じです。で見てもらったらわかるかなと思うんですけど、非常に手に入りにくいと有名な通撃ホニャララ種とか長身ホニャララ種は省いていますので、今回相当作りやすくなっているかなというふうにね思います。で唯一グレードが高い装飾品っていうのはこの麻痺種2なんですが、最悪ねこちらはなくても火力自体は落ちない、麻痺値だけ落ちる形になるかなと思いますので、その場合はね他の装飾品快適スキル系のものを入れたりだとかして、補ってアレンジしてください。というわけで装備紹介は以上ですが、いかがでしたでしょうか。この装備で昨日フレンドさんと2人でマスターランク6殲滅の主はまた鐘を鳴らすに行ったんですけど、3麻痺を取って6分くらいで終了していたので、作りやすい割にねかなり使いやすい装備なんじゃないかなっていうふうにね思います。またノリもかなり入れやすくなっていますので、それこそ今来ているマスターランクマムタロトの最終エリアで麻痺やノリを入れて仲間をアシストするなんて使い方もすることができます。ぜひ装備作りの参考にしてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。お疲れです。